絶対王者に勝った。リバースモデルの下克上。今日は驚きの検証結果をまとめさせていただきましたわ。一見の価値ありなのだ。改めましてこんにちは。今日は自作 PC の課題静音性と冷却性能についてちょっとした驚きの検証結果をお持ちしましたわ。メタン、聞いてほしいのだ。僕の爆音 PC を静かな PC に作り直したいんだけど、静音化したいならの口輪みたいな高級ファンを買うしかないのかなって悩んでるのだ。そのお悩みよくわかりますわ。でも必ずしも効果イコール唯一の正解とは限りませんの。例えばこの1280円のアークティック P12 プロリバース、これが驚くほど優秀だったのです。口輪は静音と性能の絶対王者で店頭価格も5000円だから3台も余裕で買えるほど安いので大丈夫なのだ。それにリバースファンって見た目重視のイメージなのだ。検索しても主な違いは吸排生地の見た目って Google 先生も言っているのだ。確かにリバースモデルのメーカーはフレームが見えない見た目の美しさを PR しているので、そう思われても無理はありませんわ。性能もリバースファンって標準と比べて風量も制圧も低くなってて、ほら記載している数値を見れば一目瞭然。リバースモデルにすると風量も制圧も低下しているだけなのだ。安いリバースの方が静音も性能が高いなんて信じられないのだ。それでは実際の性能は実測して確かめたデータに聞いてみるのが一番。ノクチユアの最新モデル G2 と一緒に比較してみましょう。今回は CPU クーラーの AK400 に角ファンを取り付けて 20cm の距離から騒音と風速を測定していきましたわ。おお、本格的なのだ。メタンの検証はいつも丁寧で助かるのだ。まずは静音性を評価するために測定した回転数ごとの騒音値のデータをグラフに表してみましょう。横軸に回転数、縦軸に騒音値です。回転数が上がるほど騒音も増えていきます。数値を表示する前に騒音値について補足すると PC を動かしていない環境音、暗騒音は 35dBA。 そして私が実用的にここまでが静かと考えたのは 38dBA 以下ですわ。それでは測定結果をプロットしていきますわね。 20cm の距離で 38dBA が基準ってこと。僕ならそのくらいの数字余裕で覚えられるのだ。ちょっと待つのだ。王者の口輪が僕の予想よりも先に 38dBA に到達しちゃったのだ。さらに通常モデルの P12 プロプッシュと AK400 純正ファンのデータも合わせるとこうなるわ。 P12 プロリバースモデルは9機で使っても騒音値が穏やかな上昇なの。 P12 プロもの口ユア G2 と比べより高い回転でも静かですわ。具体的な数値を分かりやすく横棒グラフにするとこの通り。この基準で比較すると P12 プロリバースを吸い出しプルで使った場合 1818rpm まで回してもわずか 38dBA 以下に収まりましたの。へ、1800rpm も回ってるのに口ユア G2 の 1300rpm より静かなのだ。なぜかずしてるのだ。私も最初にデータをまとめた時は G2 の予想外の出来事に何度も測定をし直しましたわ。でも同じ測定条件である限り測定データの結果も変わりがありませんので仕方がありませんわ。ではなぜ差が出たのか、次はその構造の秘密を詳しく見ていきましょう。リバースモデルの吸い込み側にアークティックのこだわりの形状が3つありますわ。一体どこなのだ。1つ目はフレームの支柱の形状が丸くなっていて滑らかに風が通り抜けられるいわゆる流線形になっているのよ。なんか飛行機の翼みたいなのだ。2つ目はとても滑らかな曲線を描いたインレット形状。これはベルマウスと言われる流体力学にのっとった圧力喪失を最小限に抑えて空気の流れる音と振動を抑える根拠ある構造なのよ。ベルマウス、聞き慣れない言葉なのだ。ベルマウスとは境界などの鐘、ベルの口、マウスのような広がりを持つ吸気口の形状のことですわ。産業用送風機や身近な換気扇など風が流れる装置の性能を左右する極めて一般的な技術として広く採用されていますわ。さらに実測でブレードから 9.5mm ほどの空間を確保しているのだけど、これは空気の流れを整える空間、フレナムチャンバーを得ているの。ちなみにノクチユア G2 の突出側は 6mm でしたわ。3つ目が一番の見どころ、インレットの縁がリンブブレードを覆うように作られているの。本当なのだ。こんなの気がつかないのだ。これにより風の流れはリンブブレードの角にぶつかる干渉を抑えられて内側をきれいに流れるため
外周フレームとリングブレードとの隙間に流れようとする干渉音を見事に軽減していますの。こんな構造今まで見たことがないのだ。そうなの。私が知る限り自作 PC 用のリングブレードでこの構造を市販化したメーカーはアークティック P12 Pro リバースが初なのよ。ここまでのアークティック P12 Pro リバースの静音性が高い理由をまとめると、1つ目流線形の支柱フレーム、2つ目ベルマウスとプレナムチャンバーを作るための空間を広くとっていること、3つ目はリングブレードの角を覆うインレット形状で空気の流れがスムーズ。これらそれぞれの効果の積み重ねによって空気が流れる音を低くできるのですわ。なるほど、複雑な形状には意味があったのだ。ところでメタン P12 Pro リバースは考え抜かれた構造で騒音値を合わせれば他よりも高い回転数を出せるというのは分かったけど、回転数があっても風量がちゃんと出ているかは今のデータじゃわからないし、それだけで性能が上というのは違うような気がするのだ。 G2 は確かに 1357rpm だけど、9枚羽と羽の形状のおかげで低回転でもしっかり風量を出して冷やしている可能性もあるのだ。さすがはずんだもん。鋭い指摘ですわ。もちろん実際の冷却能力の計測データを用意していますのよ。まずは順番にこちらから。これは測定距離 20cm で 38dBA 以下までの回転数に合わせて CPU クーラーの面8箇所の平均風速を測りましたの。これはリバースが 2.16m 毎秒で他より圧倒的に多いのだ。その通りなの。さらにもう一点注目すべきは、先ほどずんだもんがおっしゃっていた G2 が低回転でも風速が出ていることが P12 Pro FC120P との差でわかりますわね。さらにこれにシネベンチ R23 のベンチマーク測定後の最高温度を追加すると、このような結果になりましたわ。すごいのだ。 P12 Pro リバースが 61.6 度で一番冷えているのだ。計測した風速値が大きい方がしっかりと冷やせていることがわかりますわね。間違いなく P12 Pro リバースが静音性能最強なのだ。ちなみにベンチマークで気をつけるポイントとして、室温の影響を大きく受けるため室温計もしっかりと確認しながら測定しましたわ。測定中の室温は 21.4 度から 21.6 度の平均 21.5 度でしたわ。気をつけるのだ。じゃあ僕の次の PC は簡易水冷にして全部このリバースファンで埋め尽くせば最強なのだ。それは少し落ち着いてくださいな。何事も適材適所が肝心ですわ。リバースファン最強じゃないのだ。 P12 Pro リバースはファン単体としての静音性能はノクチユア G2 よりも優れていたわ。でも PC は吸気と排気のバランスが大事なの。風の流れを考えて効率よく空気を入れ替えましょうね。例えば簡易水冷をケース天面に取り付けて、ケース内、ファン、ラジエーター、ケース外という風に空気を押し出す排気用で使う場合、この構成では構造的に標準モデルの方が効率が良いですし、そもそもノイズの原因になる吸気側の干渉も起きにくいんですの。今回お話ししたリバースモデルの進化はあくまでケースの吸気やクーラーのプル運用において静音と性能を両立させることにありますわ。もちろん同じ空冷クーラーのコテツマーク4に P12 Pro リバースを設けてもリバースの方がより冷えることも確認済みですの。こちらは4度も差が出ているのだ。空冷で取り付けられるならプルで、排気なら標準モデルをプッシュで自分の PC 環境に合わせて選べられるのが自作 PC の醍醐味だと思いませんこと？何でもかんでも変えればいいってわけじゃないのだ。自分の PC の空気の流れを考えて一番効く場所に置いてあげるのが大事なんだね。その通りですわ。そしてアークティックの P12 Pro と P12 Pro リバースには白黒の色違い、ARGB のありなし、P14 Pro シリーズの 140mm もあってラインナップが豊富で素晴らしいの。自分の PC に合わせた最適解を見つけ出してくださいな。1280円でも使い方次第で高級ファン、お量がする性能が出せるなんて自作 PC ってやっぱり奥が深いのだ。メタン、今日はいろいろ教えてくれてありがとうなのだ。早速アークティック P12 Pro リバース、これを購入してみるのだ。ってあれ、あら、どうしましたの？財布の中身がすでに 35dBA レベルで静かだったのだ。1280円すら入ってないのだ。あらあら、
ズンナモンのお財布にも強力な吸気が必要なようですわね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいですわ。今後も検証とお役立ち情報をまとめていきたいと思います。よろしくお願いしますのだ。今回検証したアークティックのファン以外にも、この組み合わせで使ったらすごかったなんて報告があればぜひコメント欄で教えてくださいね。今回のデータがあなたの PC 環境をより静かで快適にするヒントになれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。